こんにちは、いちかスタイルです。本日は車内紹介をしたいと思います。当初上げていた動画の方ではちょっと装備としてちょっと甘かったので落下してしまったり壊れてしまったりしたので、今回はメンテナンスをした後の状態をお見せしたいと思います。ですね、車内の中に常に置いてある装備なんですけれども、その車中泊仕様プラス災害に備えたものを常に車の中に入れております。なので、今入っている装備でもう今すぐに車中泊ができるという備えになっております。それではもう早速、ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。まずカーテンの紹介をしたいと思います。カーテンは Amazon で購入しました。で、前回の動画にもご紹介しましたが、丈がリアゲートの方は80センチになります。で、幅が100センチ。これを2枚組のやつを購入しています。で、丈はちょうどいいんですが、幅がちょっと長すぎるので切ってミシンで縫っています。で、詳しいことは前回の動画の方を見ていただければわかると思います。リアゲートの幅が102センチです。はい。で、カーテンレールをその幅に合わせたものではなくて収縮できるものを購入しました。で、取り付けに関してはサイドののれん棒にくくりつけている状態です。なのでこれ単体ではくっついてはいません。はい。運転席助手席のカーテンも同じメーカーのカーテンです。で、丈が110センチ、幅はリアゲートと同じ100センチになります。これが2枚組です。こちらも幅が長いので横を縫い合わ横を縫い合わせています。はい、はい。で、こちらもサイドののれん棒にくくりつけているのでカーテンレール単体では固定されていません。こちらのカーテンは就寝時に広げるようにしています。だいたい115センチぐらい。後ろの方がすぼまってるんだね。続きましてサイドにかかっているカフェカーテンとのれん棒のご紹介をします。カフェカーテンは同じく Amazon で幅が100センチ、丈が45センチのカフェカーテンを4枚購入しています。のれん棒はですね、100均でダイソーで購入しています。で、突っ張り棒だと中がカシャカシャ音がするので、これはのれん棒という中にねバネが入っていないものを使っています。のれん棒は車のピラーに差し込んでいます。で、100均で購入したクリップを差し込んでいたんですが、それだと落ちてきてしまうので、こう見る限りも結構ずれ落ちそうになっているんですよね。で、差し込んでいるだけなので車の振動で落ちてきてしまいます。なのでホームセンターで購入したフック状のものを差し込んで引っ掛けて結束バンドで固定しています。で、カフェカーテンはこのぐらいの透け具合ですが、実はこれ光に反射してほとんど室内が見えないような素材になっております。 Amazon の方で記載しておりますので、ご興味がある方はご確認ください。で、もちろん日中はこれだけでは光を遮ることはできないんですが、光を反射して向こう側からは見えることがないので目隠し代わりには結構最適です。光に反射した具合はこんな感じです。テラ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 してるんですけども、この反射具合で中の様子が見えることはありません。結構おすすめです。続きまして、これは新たに設置した棚部分になります。で、これはすべてこのサイドグリップに固定しています。で、Amazon で購入したインテリアバーというの2本と前後取り付けパーツ2本があって、これがセットになっているものがあるんですけども、それを全部固定した状態で、そして100均で買ったちょっと頑丈なネットをこちらの方は2枚つけてます。で、固定は結束バンドです。
でこのバーなんですけども、ぴったり固定されるようにはなっているんですけども、振動によって落ちてくるので、バーにつながっているところからこちらの上に乗った状態になってます。こちらを100均で買ったシリコン状の紙を縛るゴムで固定しています。引っ掛けるところがあるので軽く固定することができます。これで振動になっても落ちることはありません。くくりつけられた4本のバーに100均で購入したネットを2枚重ねて結束バンドで固定しています。で黒い結束バンドで固定しているのでちょっと見えにくいかもしれないんですが、バーとネットした固定部分はこのようになってます。でそしてこのフックも100均で購入したフックなんですが、2本ずつサイドにくっつけているような状態です。これをグラブレールに引っ掛けて棚として固定しています。でこれなぜこのようにしているのかというと、実は車中泊するときにこのラックごとそっちを先に見ましょう。先ほどセカンドシート側にあった棚をこの運転席の方側に移動しました。これにより車中泊中に細々したものを置けるスペースを確保できるという意味で、このようにしました。乗せるものといったら、寝る前に脱いだ服だったりとか、明日着る服をここにセットしてあったりとか、ティッシュだったり、あとお風呂から帰ってきた後のタオルを干したりするように使ったりしています。後方部分のフックに関してはグラブレールに直接マジックテープで固定しています。で走行中に落下防止のために100均で購入したアイアンのタオルハンガー、それを結束バンドに固定しています。そしてまたこれも100均で購入したゴムフックを引っ掛けて落下防止のために取り付けました。後方部分も同じようにゴムフックを取り付けて落下防止にしています。棚に常に載せているものを紹介します。まずこちらのギアケースにはカトラリーやトング、アルミホイル、キッチンバサミや栓抜きなど、カキサランラップ、お玉など簡単な炊き出しをできるような道具がすべて揃っています。でこちらはゴミ袋です。これも100均で購入した手元に捨てられるゴミ袋です。これ意外と使います。あとは手を洗う用の紙石鹸などが入っています。これはまずここです。続いてこちら、これはもう車中泊の中ですぐ使えるように保冷マグ、これチャイハネですと、マルチグリドル用のマルチグリドル用のマルチグリップです。そして私たちお酒が好きなので熱燗用のとっくりとおちょこがセット入ってます。これ車中泊中に突然お酒が飲みたくなって現地で購入したものを飲むとか、のんべえセットです。これが入ってます。これは使った食器をすぐに洗いに行けるように洗剤とスポンジ、洗剤なしで洗えるアクリルたわしなどが入っています。ですぐに洗い物に行けるようにギアケースの中ではなくてこの棚の上に常に置いてあります。であとはもうティッシュ、キャンプでは結構すぐ使うのでね、これも一式入っています。私たちが使っているこちらはおトイレセットです。これは自分たちで自作したものです。1回分20円となっております。で、なぜこれを持っているのかというと、キャンプ
そして車中泊の中で突然行きたくなった深夜のトイレに対応するためのものです。キャンプにね、深夜ファスナーを開けて外に出て暗闇の中トイレに行く、そして、車中泊してる最中に、深夜ドアを開けてトイレに行くっていうのが結構億劫なので、深夜のおトイレはこれに頼っています。で、こちらの1回分約20円のトイレセットなんですけれども、災害時の時にも使えるように常に車の中に多めに置いてあります。こちらなんですけれども、これは100均で買った折りたたみ用のバケツです。トイレセットに入っている黒い袋をかぶせて給水シートをセットしておトイレをするバケツ用になっています。で、これはですね、オートとかにも対応しているので、お子様がねいるご家庭にもおすすめです。で、これに関してご興味のある方は、概要欄にありますので、約20円の手作り携帯トイレよろしくお願いします。これも常に手の届くところに置いてあります。これらすべて走行中に落下しないようにフックが守ってくれているので、落下事故は特にありません。これはチャイハネで購入したテーブル用のマットです。カフェテーブルをセットした時にすぐにセットできるように端っこに常に置いてあります。で、少し隙間があるんですけれども、この辺は、携帯を置いたりカメラを置いたり、その日使うものをここに置いたりして、一時置くスペースも確保しておけるように少しだけ余りを作ってあります。で、これは膝掛けです。突然肌寒くなってきたように、これはいつも使ったりしています。後ろの方の棚のスペースはこんな感じです。これが常に車の中でセットされている状態なので、基本的に補充する以外は特にいじったりはしていません。はい、続きまして、これはね、ギアケースなんですよね。ホールアースのキャンプギアなんですけれども、これはもともとキャンプで使っていたものなんですけども、きっとこれはね、構造上車内で使うものだよね。きっとそうだね。ぴったりはまったね。で、これらはね、基本的に夫の深夜のトイレセットを入れていたり、あとは紙ナプキンだったり、突然使うことがあるタープとか留めたりする用のゴムフックです。で、それ以外にもライトを固定したり吊るしたりしていろいろと用途があるフックを必ずここに備えてあります。で、あとは突然使うことがあるハサミだったりカッターだったり、これは100均で購入したロール状のちぎって使えるダスターです。これも結構備えておくと突然使う時に便利です。あとは頻繁に使ってるんですけども、連結するための結束バンド隠しておけばいいのに、なぜかいつも手が届くように置いてあるという。結束バンドフェチかと思われる。確かに、でも案外使うんですよね。使うね。実はその100均で購入した棚を作るためのパーツ、背中に這わせてゴムで固定して引っ張っているだけです。これによってまっすぐ状態をキープしています。続きましてカフェテーブルを出します。こちらは幅が140センチ、縦の幅が20センチ、それが2枚あります。リアゲートの方につけてみたいと思います。こんな感じです。カフェテーブルの側面にシールタイプのフェルトを貼り付けています。この理由はカフェテーブルをつけたり外したりするときに車を傷つけないため用にしているものです。結構ガシガシ当てちゃってるんですけども、このフェルト生地によって、そこそこ守られています。で、カフェテーブル、なぜこのようにつけたり外したりしているのかというと、もともと本当はカフェテーブルを固定したかったんですよ。これも前回の動画で詳しく紹介しているんですけども、
私たち DIY が得意ではないので、イレクターパイプとかでテーブルをね設置したりとか DIY できたらよかったんですけど、それがねできなかったので、私たちはもう車の出っ張り部分に置くだけのテーブルを使用しています。この板はホームセンターでカフェテーブルとして売っているものです。重めで頑丈なので、肘を置いたりちょっと体重かけたり重いものを置いても全然全くしならないほど頑丈なテーブルです。2枚の接触部分に凹凸部分があるので、パズルのようにはまるようになっています。なのでそれによってずれたりすることがないので、これは買ってよかったなと思っています。よいしょ。ベッドキットの下に常に置いてあるトランクカーゴが2つあります。でまずこちらから、これはキャプテンスタッグの B6 です。最近は使うことはないんですけれども、いつも入れっぱなしです。これは外用のなんかテーブルみたいになるものです。これもあんまり使ってないんですけども、あとは延長コード、これはオートキャンプサイトの電源がついているところで頻繁に使っているので、これも常に持ってます。でこちらはフューチャーフォックスのウォータータンクです。10リットルです。これももちろんキャンプで使うんですけれども、災害時にお水を汲みに行ったりとかすると思うので、これも常にギアケースの中に入れてあります。これはあれです、シュラフの袋です。最近全然使ってません。ちょっとこの辺も見直した方がいいね。そうだね。続きましてこちら、これはお皿、マルチグリドルと蓋。私結構この頑丈なやつ結構気に入ってます。もうほぼほぼマルチグリドルは使うので常に入れてあります。あとはもうホットサンド用のプレートと、洗い物を吊るすためのハイランダードライネットです。あとお鍋とかする時用の100均のアルミなのでベコベコになっても気にしないやつです。ウエットティッシュです。あとはシェラカップを数個、先ほどお見せしたカトラリーと一緒に炊き出しセットがここに揃っているので、車中泊、そして突然やってくる災害のために必ず入れっぱなしにしてあります。これがいつも車の中に入っている状態です。であとはレインコート、あとは風防だったりペグケースだったり、あとは数本のポールが隅っこに入ってます。ここにあるものは基本固定で全く触りません。あとフィールドラック、ちょっと重いんですけどね、これも必ず入ってます。あとはもうそこにあるすごい2脚、これも常に車の中に入ってます。続きましてゴードンミラーのケースの中に入っている、こちらも常に車の中に置きっぱなし状態です。中に入っているものはまず歯ブラシ、コーヒーとか飲んだ後に必ず歯磨いたりとか、あと朝もコーヒー飲んだ後に歯磨いて出発する流れになっているので、必ずこのコーヒーセットの中に常に入れてあります。でお湯を沸かすための外、これと頻繁に使うオピネル9号です。あとはライター、ターボ系です。あとコーヒー飲むための DOD のマグです。あと夜間ね、と CB 缶、とくつろいでいる時に確認するための時計と温度計、湿度計です。果物とか食べたりするので小さめのカッティングボード、熱い夜間を置いたりするための鍋敷きで、このポーチの中はお味噌汁だったりお茶、あとはコーンスープ系などが入っています。でこれは定期的に補充したりしているので、これはやっぱ持って帰って家の中で補充したりしています。これらが全てこの中に一式入って車の中に常備しているものです。でこちらは不定期なんですけども、コーヒー豆とコーヒーミルです。そしてこちらはこれはね100均で購入した1人用のドリップフィルターです。折り線がついているんですけど、フィルターをね押すと
ここにね豆を入れるところができるんですよ。1杯分のドリップコーヒー作ります。こんな感じですね。あと予備で市販のコーヒードリップです。こっちに入れとこう、こんな感じでコーヒーセット車の中にセットしてます。よいしょ、よいしょ、飲もうか。で車のベッドシートの下にはこれはサンシェードです。ステップワゴン用のね、これが一式ここに埋まってますと、靴、あとはお水、その都度入れ替えてます。で先ほど使ってたカフェテーブルはベッドキットの下に、つまりセカンドシートの下に埋めてます。でこの奥にはガス缶のストック、あとさらにこの奥にタフマルのジュニアです。今冬だからガス缶はここに置いておけるんですけど、暑くなってきたらこれは、家に持って帰ります。冬の間だけです。座席の中に埋まってて、で先ほど言った通り炊き出しセットです。こちらのブルーのシートはこのベッドキットにちょうど良いサイズを探して偶然見つけたものです。Amazon で購入しました。柄が違うのと、あと色が違うのと、結構種類が豊富でした。で私たちはこの色が好きなのでこのカラーを選びました。では早速ベッドをちょっとひっぺがしてみたいと思います、やるか？やりますか？じゃあまずこれをちょっとめくって、ロール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 ペッてよし、干しとこう。滑り止めを取りましょう。100均で購入した滑り止めシートです。201。201、じゃあ多分200だね。200やな。200の120やね。つまりセミダブルのサイズです。よし、取りますね。裏はどうなってるんでしょうか。こうやってタッカーで留めてあります。中にウレタンのスポンジが入ってます。厚さは5センチぐらいです。4.5 ぐらいかな。4.5、4.5センチでした。4.5センチぐらい。こんな感じですね、骨組みは。イレクターパイプがあらわになってしまいました。ここ剥がします。よいしょ。これが全体像です。じゃあお話ししようか。でこちらの、ベッドキットなんですけれども、ベッドキットなんですけれども、メルカリで購入しました。私たち自分たちで DIY をすることができなかったので、お金で解決しました。その言い方受けた。お金で解決でですね、名前言っちゃってもいいのかな。言っちゃダメか、さすがに。コメントではいいかもしれないけど、気になる方はお問い合わせいただければ。そうだね。ということで、どなたに作っていただいたかは、ご連絡いただければ秘密裏に
ご説明いたします。すごいなんか重要な秘密みたいだけど。秘密な案件みたいな。いやそんなことは全くないんですけれどもね、名前をね公表動画の方で公表していいかどうかちょっとわからないので、コメントの方ではね言ってるんですけどね、ということで、知りたい方はご一報ください。はい、でこれはですねイレクターパイプとベッドキットをただ乗せてるだけの簡単なものなんですけれども、足が、収縮可能で高さを変えられます。で実はですね、もうじき車検があってですね、このステキチ車検の、際にはトランポ化を計画しております。でそれでですね、3列目シートは床下収納になっているので、取るのはセカンドシートのみです。で届け出は、人数変更をするだけでナンバーは5ナンバーのままです。貨物にはなりません。定員の人数を変更するだけで終わります。なので今回の車検を機に、人数を変更して8人から5人乗りシートに5人乗り用に変更する予定です。で、セカンドシートを取って、その床下をベッドの下をね有効活用するために、ちょっと工事します。はい。予告になってしまいましたが、またトランポ化した際には動画を撮りたいと思っています。引き続きよろしくお願いいたします。こんにちは。やってます。はい。たまに見てます。本当ですか。そうなんですか。ありがとうございます。そうなんですか。はい。はい。たまに撮影で使ってますね。はい。画面上で見ただけですけど。そうなんですね。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。初めて声かけられましたね。視聴者さんでした。ありがとうございます。嬉しいもんだね。よし、じゃあ閉めますかね。シュラフ直しましょうか。シュラフほかほかや。ほかほか。これで今夜寝たいぐらいだな。本当よ。よいしょ。ロールロール。ロールロール。これも考えたいね。これもね。シュラフいつかちょっとちっちゃいやつ買いたいんやけど、このでもふかふかは捨てがたいんやけども、それお家で使ってもいいけどちょっとコンパクトになりました。ちょっと縮んだね。また広がるだろうけど、慣れたもんだ。よし、いい感じです。いい感じです。はい、すべて車内紹介終わりました。結構細かくね伝えたつもりなんですけれども、もし疑問なところがありましたら遠慮なくコメントで声かけてください。はい、それではキャンプ動画、車中泊動画たくさん上げて同じところで噛むやつ。キャンプ動画、車中泊動画たくさん上げてますので、遡って見ていただけると嬉しいです。コメント、高評価いただけるとなお嬉しいです。それでは次の動画でお会いいたしましょう。エチカスタイルでした。ペコリ。お疲れ様でした。はい、車内紹介またしますんで、はい、トランプ化、車検がね6月なんですよ。なのでそれ以降に、またちょっと素敵地生まれ変わって戻ってきますんで、よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。
聴者さんありがと初めて声かけられました。う。そうなの。嬉しいね。嬉しいです。うん。はい、バイバイ。バイバイ。